こんにちは、YouTube 鍼灸院です。今回は大腸の経絡についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは整形12経脈の流れを見ていきましょう。大腸系はどこにあるでしょうか。肺系、大腸系、胃系、脾系、神経、小腸系、膀胱系、腎系、心包系、三焦系、胆系、肝系、そしてまた肺系に戻ります。以前整形12経脈の横並びの経脈は表裏関係や陰陽関係にあるとお伝えしました。つまり大腸系と横並びの肺系は深いつながりがあるということですね。ではどのようなつながりがあるのか、大腸系のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことです。前々回、肺系の列血から死脈が出ていて、それが大腸系の最初の経血である小陽につながるとお伝えしました。大腸系は小陽血から始まります。それでは大腸系のルチューを見ていきましょう。大腸系は肺の脈気を受けて自死外側端の小陽血から始まり、自死外方をめぐって第一、第二中手骨間の主肺側の合谷血に出て長端母子心筋圏の間の陽経血に入ります。頭骨に沿って前腕孔外側を上り、中下黄門外端の極地血に至ります。極地から上腕孔外側の比樹血に行き、比樹血から肩を上り肩宮血に向かい、肩関節外端の股骨血に行き、特脈の大椎血で他の陽経と合い、さらに大鎖骨上下にある胃系の血盆血に向かいます。血盆血を下り、肺をまとい覆う角膜を貫いて大腸に属します。大鎖骨上下で分かれた歯脈は頸部の天底血、太津血を上り、頬を貫いて下肢に入り、帰り出て口を挟み、外鼻孔直下の下梁血を通って鼻下の陣中で左右交差し、鼻翼外方の芸口血で次の経脈である胃系につながります。これは肺系のルチューです。以前肺系は大腸を通っていることを学びましたね。では肺系と大腸系を比べてみましょう。どちらも肺と大腸を通っています。肺と大腸は深いつながりがあるということがわかりますね。また大腸の別名は伝導の管といい、小腸で分けられた飲食物の残りから水液を吸収し、糞便を形成し、大腸の末端に送り、体外に排出する役割を表しています。そしてこの伝導には肺の働きである縮行作用が必要となります。大腸と肺は経絡でつながっているだけではなく、働きの面でも深いつながりがあったのですね。大腸系の症状。大腸系のゼドウ病、気病は止痛、首や喉の腫れや痛みなどがあります。大腸系の諸生病、血病は目が黄色くなる、口渇、鼻づまり、鼻血、喉の腫れや痛みなどです。ゼドウ病や諸生病の詳細については肺の経絡の動画をご覧ください。次は大腸系の経血、ツボについて見ていきましょう。大腸系の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。大腸系の経血は20血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。小陽。小陽は大腸系で最初の経血です。人差し指の爪の根元の親指側の角にあります。小陽は陰口部の腫れや痛み、下肢痛、耳鳴り、肩の痛みなどに効果的です。合谷。合谷は大腸系の原血です。原血とは経脈の源になる経血のことで、元気が多く集まるところです。つまり合谷は大腸系の元気が多く集まっている場所ということです。合谷は第二中手骨の真ん中にあります。がん疾患、
血圧更新、頭痛、鼻血、合谷へのお灸は脳神経系や可能性疾患に良いとされています。真偽は分かりませんが、妊婦に使用すると流産を起こすと言われています。極地。極地は肘を十分に曲げた時にできるシワの外端にあります。皮膚病、結膜炎、老眼、半身不随、リウマチ、肩こり、頭痛などに効果的です。手三里。手三里は極地から親指2本分、または人差し指、中指、薬指3本分下にあります。足にも三里というツボがあるので、手は手三里、足は足三里と言われています。効能は肩こり、歯痛、可能性疾患、脳貧血、顔面の腫れ物などです。比樹。比樹は極地から指8本分と親指1本分上にあって、三角筋の前縁にあります。比樹は小腸系、膀胱系、陽胃脈と交わっている経血です。比樹はお灸で使用すると良いですよ。効能は眼科疾患、特に緑内障や糖尿病による網膜症、肩関節痛、手の神経痛、蕁麻疹などです。いかがでしたか？大腸系が皮膚疾患やがん疾患に良いということが東洋医学の面白いところですよね。これらのツボにお灸をしたり、指で押したりして刺激してみてください。次回は大腸に良い食べ物をご紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。